ます。よろしくお願いします。東京、そうですね、引っ越してもう2週間、3週間ぐらいなりましたけど、住むこと自体はまあ、だいぶ慣れてきてはいるんですけど、ゴミ出したりとか、やっぱ、駅というか、電車あれがもう、スムーズに乗り換えがまだできないですね。大混雑の、もう自分のオフィスの出勤の時がこんなんじゃなくて、まあ良かったなとは思いますけど。自然体の方が私は多いですね。昔はすごい緊張してましたよ。だし、今もう初めて行くお客さん先だと、やっぱり緊張します。どうやって入ったらいいんだろうとか。ウェブで顔見たことある分、初めましてほど緊張はもしかしたらしないかもしれないですけど、なんかどんな方なんだろうとか、怖い人じゃないかなとか。そうですね、もう打ち合わせがもう始まる、10分前ぐらいまではずっと、今喫茶店にいますけど、こんな感じで仕事しながら、時間を待っているような感じになります。そうですね、打ち合わせで話す内容とかっていうのはちゃんと今も確認してますけど、ちゃんと確認してからちゃんと頭切り替えて臨むみたいな、そんな感じになってますね。一人でお客さん先に行くってこと基本的にないので、今日も今は私一人ですけど、今福岡から飛行機でシンボリしてきてるんですけど、今日はシンボリは今来てますけど、途中参加っていう形には一応なってて、前半は私で何でしょう、議論とかっていうよりはまずはちょっとヒアリングだけ最初にしていって、シンボリしてきたタイミングでそこからちゃんとしたディスカッションが始まっていくみたいな形の流れになるかなと思います。進めていくのは結構シンボリさんだったり大立さんだったりとかで、今ちょっと三角さんっていう業務設定の方いらっしゃいますけど、そこを、やろうとされていてっていうところで、私は結構その上流のところには関わってはいくんですけど、メインで関わってくるとかってところになると、お客さんが要点を聞いた結果、よしセールスソースで行こうってなった時に、そこからバリバリお客さんのじゃあセールスソースで何していきましょうってところを聞いていくみたいなっていう、結構後の流れになってくるかなと思います。ただ前半のその流れっていうのもちゃんと分かってないとそこできないので、ちゃんと上の方でも今出てお話をしていくっていうような感じになってますね。なんかちょっと違うなみたいなって思われることももちろんあって、でそういったことがないように、その業務設定っていう最初のヒアリングとシステム構築の間にシステム設定っていうのをまた別でちゃんとやっていて、そこでこんなシステムを作りましょうっていうのをちゃんと固めてから構築に移っていくので、構築しながらちょっと違うなってなっても、なんていうかチューニングっていうレベルになってきているので、そこはうまくお客さんとコミュニケーションを取りながらできているのかなって思います。結構長い時間かけてコミュニケーションだけをする期間が長いんですよ。ヒアリングとか要件定義とかをして、これ3ヶ月ぐらいやるんですよ。でシステム設計、これも3ヶ月ぐらいやるんですよ。半年の間はまだシステムを作ってないんですよ。の後にようやく作り始めるんで、うわ、ずっと長く話してきたやつなんかできてるわみたいな、多分その時の感動もでかいやと思いますお客さんのなんか喜びみたいなものは自分のテンションが上がるものというか、嬉しい楽しいものにつながってるなっていうのはすごい感じます。特に仕事で喜んでもらってちょっと僕の中では難しいというかハードル高いなと思ってて、あくまでお客さんとの関係っていうのがあるので、ただの友達じゃないじゃないですか。そういう方になんでしょう、心開いてもらうというか、感動してもらう、喜んでもらうみたいな瞬間に会えるのはすごいなんか感動ポイントというか、いいなって思いますね。
シンボリ氏は今ちょうど連絡来ました。圧倒的に間に合わないので最初の30分よろしくって言ってました。一人で話すのは今日が初めてになりますね緊張全然しないです。なんかここの方々はもう皆さんお優しいので、初めてじゃないので。お疲れ様でした。お疲れ様です時間配分ミスったので80点内容は良かったと思いますよ。いやもう結構お客さんからいろんな情報を引き出せたなっていうなんか謎の自信みたいなのがありますよね。まあこの後ちょっとフィードバックいただくんでボコボコにされる可能性はあるんですけど社内ははいもう打ち合わせ終わった日にですね内容の共有っていうのはしていくっていう形になります。オフィスに帰ります。はい、東京オフィスでございます。だいぶ慣れましたね。もう今ここに3週間ほどかないるんですけど、そうですね、まあ最初は一人でここで仕事をしていたので、なんか新鮮味あるなみたいなことを思いながらやったんですけど、まあいつもの日常になってきましたね成長できたなと思うところ、結構お客様とこういろんなプロジェクトを通して関わること多くなってきたっていうのもあって、なんかこう今までこうセールスフォースで使ってた、従来の技術というか知っている知識だけで戦うっていうことよりももっと新しい知識を得てそれを、実装していかなきゃいけないみたいなところが多くなったので、なんか進んで自分で新しい技術を取り入れたりとかで、それを学んでお客様に提供したりとかっていう、機会がすごい増えたかなというふうに思いますし、あとはもうシンプルに、顧客接触の機会が増えたのでコミュニケーション能力とかもすごい上がったかなというふうに思います。あとは結構自分から何でしょうね、こうした方がいいんじゃないかみたいな発言する機会も、この2年でだいぶ増えたかなっていうふうに思いますし、それこそ今育成とか教育っていうところで、オンボーディング拠点として東京オフィス構えましたけれども、そこに私が今いるっていうところも、その要素の一つなのかなっていうのは思いますね。なんか自分の軸あるなみたいなのはすごい感じるかなと思います。それこそ大谷さんは当然あるんですけど、シンボリ氏もなんかこう自分の熱い思いとかもっとこうしたらいいのにみたいなものをすごいお客さんにも思うところとか、あとは技術力とかっていうところでも俺絶対プログラムやりたいんだよねみたいなことはもう今プログラマーじゃないことをやってますけどずっと言ってるんですよね。でそれを研究開発でやったりとかっていうところでなんかそういう思い絶対ありますし、新しく入ってこられた三角さんも、業務設計とかあとシステム設計とかってところはどうして絶対やりたいみたいなところをこうなんでしょう、自分で率先して学んでいく姿勢っていうのはありますし、もう私は私でこう育成とか教育っていうところに関しては、なんでしょう、自分が結構しんどい思いをしてここまでやってきたなっていうのがあるので、絶対エッセンスとかもっとこうしたらいいみたいなのがあるはずなんで、同じ苦しみをこう与えずにもっと早く伸びる方法あるんだったらそれ絶対教えてやりたいなって思いますみたいなのがあったりっていうところで、何かこうみんなそれぞれ強い思いみたいなのは絶対なんかどっかしらにはあるなっていうのをすごい感じてますね。お疲れ様でした。はい、今から定時、ちょっと過ぎたぐらいですかね。仕事が終わったら2種類のルーティンがあって、WeWorkビールとか
共有スペースに置いてあるんですけど、はい、ビールを飲みながら、まあ、本を読むっていうのが一つと、で今日は今から行きますけど、まあ、気が向いたら、今日はそこに行こうかなと思っております。そうですね、もうマイフェイバリットスポットでもここなんですよもうはい、ゲームセンターに行ってちょっとだけ遊んでから帰ってます。5年前ですね。まあ転職ありだぜって言いたいっすね。まあ行動に移さなそうだなとも思います。ただ、まあ、それもありかなと思ってて、まあ、私で言うと結構東京でできる趣味の方が多いんで、転職以前に新卒で入る会社東京の方がいいぜって言いたいぐらいなんですけど、ただ、まあ、東京で初めての会社新卒が東京だったとして今ぐらいおもろかったかって言われたらそれも分かんないですし、まあ、今のこの5年前の会社に続けて今フライクにいるっていうのもまあ一個の正解なんだったんだろうなっていうふうに思いながら今過ごしているので、転職ありだなっていうのを、まあ、伝えるぐらいじゃないですかね。なんか、5年居続けたことが不正解とも思ってないですね。面白かったですありがとうございます。15、6年ぐらいもう同じ趣味というか続けてやってるので当たり前の日常これは受け取り手側の問題になっちゃうかもしれないですけど、退屈はしないですね。忙しいっていうのもそうですし、なんかやってること日々変わってるなっていうのも感じるところもあるので、なんでしょうね、ただのルーティンワークをしてるわけじゃないというか、なんかまあ大変かもしれないですけど、まあ退屈はしないなみたいなのをすごい感じますね。ここを曲がると、いえ、ありがとうございます。無事帰宅ということでお疲れ様でございました。ありがとうございました。